Hola, amigos. ウユニに行く方必見。今回はウユニの街歩きをご紹介します。あれあれ、ウユニ唯一の日本食店、旧ホタルの前を通り過ぎました。私たちはウユニの街を南米旅行の休息地として2泊しました。広くはない街ですが、結構面白いものもたくさんあります。ウユニに行きたい方が街の様子がわかるように案内しますので、行かれる方は必見。ぜひ参考としてくださいね。ウユニ駅前のメイン通りを北東に歩いています。それでは街を散策しましょう。アルセ通りは公園や飲食店があり、夜はネオンで装飾されています。今日だねやってるね。うちらしか予約してなかった。ただ本数はいっぱい出て、すごいターミナルができてさ、ものすごい数出てんだよね。すごいね。ペロのうんちと穴ぼこがあるから気をつけて。そうね。ウユニ公園前のカマチョ通りには美味しそうな屋台が出ていました。ラ・チャパキータの前では何匹も丸焼きで焼かれていました。少々生焼きでリアルでしたので溶かしますね。落とし通りとカマチョ通りの交差点にバーベキュー店が並んでいます。いろんなお肉の中には山肉や牛肉などが入っています。3店舗連なっている中から一番右のラ・パセーニャにしました。お肉以外の野菜などは食べ放題ですので、食べ人には嬉しい。お疲れ様でした。乾杯。大晦日間ゼロ。日本だともうハッピーニューイヤーしてる。もう開けちゃったって。開けちゃったよね。そうだ。ボリビアのビールふわりを大瓶でいただきました。かなりローカル感のあるお店でワイルドです。肉は写真撮ってない。 Ambos se dedican al lavado de vehículos bajo ¿Qué recursos costo? de recursos que distribuyen gasolina adelante. La verdad sí, pero ありがとうございました。観光客とは縁のないローカルでディープな一部でした。
冬に一番前の今年通りにはたくさんのおでんが並んでいます。冬に唯一の日本食旧ホテルです。冬にで日本食はありがたい。冬に駅前のこちらは3000円ほどで泊まれるホテルなんです。夏は車内なので暑いでしょうね。カサモグと書いてありますが、メルセデスのウニモグです。すごい。こんな近くで初めて見ました。世界最高のトラックです。ずいぶん年季の入ったバスですね。次はウユニのバスターミナルへ歩いています。ガラス割れてる。バスターミナルが近づくと何やら叫び声が聞こえます。ウユニの町と周辺の観光スポットが記載された分かりやすい地図です。出ました。ウユニのサインです。記念写真忘れた。ウユニのバスターミナルは本当に大きくて、そして綺麗です。この叫び声はバスの行き先を叫んでいるようでした。ずっと奥まで旅行会社のオフィスが続いています。かなり奥まで来たら空き店舗も目立つようになってきました。一番奥まで来ましたが、このターミナルどうしたかったんでしょうかね。
さんではありませんが、大きなバスが休んでいました。それにしてもこのバスターミナル、さすがに広すぎませんか？こっちは何があるんだろう。もう一つの建物も結構長いです。あまり入っていませんが、お店があるようでした。ウユニの町の中心部、今年通りに戻ってきました。こちらのスーパーは品揃えも豊富で大変お世話になりました。ここにお世話結局ウユニはダカールラリーのコースなんですね。知らなかったです。すごい美味しい。フレッシュ。いくら？ごぼり100円。安い。通じない。いいですか？エイジ君の言ってる方が通じる。こんなに？こちらのお店は角にあるのですが、とても見つけにくいです。私たちのってわけではなかったみたい。さっきのいっぱい切ってるから超ビビっちゃったんだけど、嘘でしょとか思って。こちらの可愛いご飯とサラダにお肉を乗せて出来上がりです。場所はこの看板の前ですよ。いっぱいあるので間違えないでね。夕飯のお弁当出来上がり。お次は洗濯屋さんです。このために少し長く滞在しました。南米旅行のノウハウ36、ウユニのランドリー編。ウユニでは水不足のため浴室での洗濯を禁止しているホテルも多い。ランドリー店は水がなくなり洗濯できない時もあり、仕上がりは半日ほどで安くきれいに畳んで出来上がったら WhatsApp アプリに連絡が来ます。現金で数百円程度です。洗濯用の水がなくなったので出来上がりが翌日となり、取りに行けないのでホテルまで洗濯物を配達してくれました。さあ行くぞ。1泊8000円ほどですが、立地よしきれい、ご飯も美味しいホテルです。この扉、普段は閉まっていてカメラで開けてもらいます。バスターミナル、穂高、市場、駅にも近いです。ウユニのホテルも真ん中にパティオのあるこのスタイルが多いです。
部屋はシンプルですがちょっとおしゃれでとにかく清潔です。こちらはトイレと浴室です。広いですが床がびしゃびしゃになります。水回りも綺麗です。それでは夜ご飯にしましょう。1個だけ開けてなんだったらっていう話。角で買ったステーキ弁当がめちゃ美味しそうです。ウユニビールにポトシビールまで。あとハッピーニューイヤーにはまだ入っちゃう。ちょっと塩。ちょっと塩味ついてる。手が焼きた。あ、米。はい、わかりました。はい。ありがとう。美味しい。なんかライス用だったら。ライス用。ここが切れない。紐みたいなやつ。天ぷらそばを。冬にね。天ぷらそば。冬にね。年越しそば。中庭は声が響くので小声で失礼します。銘柄はどちらの？銘柄はちょっとわからない。ローソン。あ、ごめん。ちょっと硬い。ちょっと待っていただいて。美味しい。じゃあリコ。4000くらいです。3600。富士山へのそば。なんかどっかに米が入ったの。やめていつ出てくるかわかんないんだから。ちょっとこっちそうだない。鳥に混ぜて。80何度ぐらいで沸点になっちゃうから結構長めにやらないと。さらに翌日は疲れててアルセ通りにてピザをお持ち帰りしました。破れたりとかするの多いから。あ、ごめん。でもちっちゃくできないね。ちょっと耳の鼓膜破れたりねしちゃう。普通に美味しいですね。思ったより全然お家でお母さんが作ってくれる感じのピザだよね。うっそさあ行くぞ。ホテルの中の朝食会場ですがどことなくおしゃれなんです。すごくおしゃれ。なんか今までで一番美味しそうな朝ごはん。ちょっと朝ごはんのことで明日言おうか。ただ他のカフェラテもウユニとは思えないほどのクオリティです。ブラックコーヒーも美味しかったそうです。2日目の朝はパンケーキでした。ウユニにフルーツあるんですね。
日本のホットケーキみたい。美味しい。結構いい素材使ってて、ホテルの人も親切でとてもおすすめです。それじゃね。